間の魂の成長を4つの段階に見て、でそれぞれでどういう問題が生じやすいのか。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。今日はビジョン心理学の話が聞きたいっていうリクエストをいただいております。ビジョン心理学って何？ビジョン心理学っていうのは心理学とそれからスピリチュアリティの統合なんですね。チャック・スペザーノ博士、ハワイにお住まいでいらっしゃいますけれども、と奥様のレンシー・スペザーノ女子が作り出した心理学なんですよね。はい。で、私たちはよく三角形っていうお話しますけれども、魂の成長モデルっていうふうに呼んでいますね。この魂の成長モデルの三角形が今画面に出ると思うんですけれども、これは毎年マイナーチェンジしてるんですね。つまり1970年代にチャックさんが提唱されて以来ずっと内容が進化し続けています。で、片やレンシーさんは、感情のスペシャリストでいらっしゃって、もう本当にミスティックな美しい女性性の世界の宝でいらっしゃいますね。で、このお二方が統合されて結婚されて現実生活でも夫婦関係をお持ちだっていうことが、やっぱりこういう社会のこととか精神性のこととかスピリチュアリティをやってらっしゃるという先生方の中でもとてもリアルなモデルだっていうふうに私は感じるんですけれども。そうですね。魂の、成長モデルと言いますけれども、三角形の形をしながら、それで依存、自立、相互依存、霊的依存、人間の魂の成長を4つの段階に見て、でそれぞれでどういう問題が生じやすいのか、その問題をどう抜けていったらいいのか、それを簡単にまとめたものをチャックさんは提唱していらっしゃって、今皆さんがお話しくださったように毎年毎年マイナーアップデートが続いているんですよね。その分だけ私たちはより簡単に成長を続けることができる、そして人生をより豊かなものにしていくことができる、そのための地図のようなものだなって私は感じていて、豊かさへの地図ですよっていうふうに提唱させていただいています。でレンシーさんはね、今おっしゃられたように非常に女性性の豊かな可愛らしい美しい方なんですけれども、ジョイニングという一種の瞑想のようなメソッドを開発されたことでも有名な方なんですよね。私の生徒さんたちで、ビジョン心理学って見つめ合いをする心理学ですよねっておっしゃる方がいらっしゃるんですよ。それくらいユニークで、そうですね。でもとても効果的で、実践的ですね。なおかつそうなんです。実践的な学びができる心理学だなって思っています。リアルなね、夫婦生活が見えるんですよ。なのでチャックさんとレンシーさんのコーチングはとってもリアリティに富んでますよね。やっぱり私たちはビジョン心理学っていうのは人間関係に非常に強いし、パートナーシップに強いんですね。で、その関係性っていうものは実は私たちのこの日々の出来事、ということは私たちのこの人間関係から来るし、人間関係は自分と自分の関係から来るし、じゃあその自分と自分の関係はどこから来るかっていうと、自分と天の関係から来るんです。ですから例えばいろいろなデバイスと自分との関係性、あるいはお金との関係性、セクシャリティとの関係性、この三角形を知っているともう領域は何にでも使えます。応用範囲がとても広いんですよね。最初にビジョン心理学と出会った時に、なんでパートナーシップってうるさいよって思ったんですよ。当時自分のパートナーシップがあまりうまくいってなかったってこともあるんですけれども、パートナーシップがうまくいっていないとまるで心が発達してないかのように言われているような気持ちになってしまって、本当はそうではないんですけれども、そんな気持ちになってしまって、なんでこのパートナーシップって思ったんですけれども、今皆さんがおっしゃってくださったように、人との距離が自分自身との距離と同じなんだっていうことがビジョン心理学では大きな柱になってるんですよね、考え方の。だから人との距離を整えることによって自分との距離もぐっと近くなるし、自分らしく生きられるようになる、さらに天との関係性ですよね。そうですね。私はね、一番最初に本から入ったんですけれども、この三角形モデルを見た時に全然分かんなかったのね。何が書いてあるんだろうって、字がいっぱい書いてある三角形っていう認知だったんですけれども、とにかくこの中に全ての私が欲しい答えが書いてあるっていうことだけは分かったの。すごい、全ての答えが
この三角形の中にある。そうで、私たちはおのずとこの成長発達していく生き物なわけですよね。はいはい、でそうすると例えば今うちの娘とか14歳ぐらいで依存期から、はい時々自立にこう行くっていう行ったり来たりを過ごしてますけれども、友人関係っていうことについて、あるいは勉強との関係っていうことについてもこの三角形のモデルを簡単に話すんです。そうするとすごくよく分かってくれるんですね。で私はどうしてこのビジョン心理学の三角形の進化のモデルと、それからこの感情について学校で教えてくれなかったんだろう。これが分かってたら恋愛、仕事、結婚、両親との関係、いろいろなことっていうことが本当にもっとスムーズだったなって思うんですね。そうですね。なんか本当に同じ失敗を繰り返してがっかりするっていうことももっと少なくて済んだんじゃないかなって思います。そうですよね、最近でこそアンガーマネジメントみたいにビジネスの世界でも感情について自分自身が怒らないようにするためのマネジメントっていうふうに言われるんですけれども、感情ってねコントロールできないんですよ。つまり感情をコントロールしたかったら自分が何を感じているのかということを受け入れて、そしてこの三角形の中でどこにいるのかということをしっかり見て、三角形の素晴らしいところっていうのはその抜け道と、かつこの進む方向性が分かるっていうことなんです。ですからうまくいってない時は私たちは普段は自立側というサイドに行って仕事や人間関係を行っているわけですけれども、その物理的にこの下がっちゃうわけですよね。依存の方に戻ってしまう。ですからこの、私たちが目指す方向ということをしっかりと見ておくと、いろいろなことが、よりよく成長発達していくっていうことですよね。そうなんですよね。落ち込んでる時ってついつい後ろに向かっちゃうんですよね。でもそっちじゃないよ、こっちに行くことによって、私たちはもっと幸せになることができる。それが分かっているだけでも随分と違いますよね。そうです。私一番最初にビジョン心理学のセミナーに行った時にすごくいっぱい泣いたんですけれども、帰り際に先輩に大丈夫だからね、もっと感情を感じることができるようになるから大丈夫だよっていうふうに言っていただいたんです。声をかけていただいたんです。すごいショックでね、私は感情を感じたくないから学びに来たのにこんなのもっと感じたら死んじゃうって思ったんですけれども、逆だったんですよね。本当に感情を感じることができると愛も感じることができるので、全然人生は楽になる。そのことをビジョン心理学は教えてくれました。そうですね。チャクさんっていう方はすごくユーモアがいっぱいあって、でもものすごくこの英知に満ちていらっしゃる方なんですね。ですから普通だったらちょっとこんな傷回復できるのかなっていうことを、世界中で一緒にセミナーをね受けたりすると聞く機会があるんですけれども、どんなことも絶対に癒せる、そういうところから必ず私たちのハートを救い出してくださるんです。でまたレンシーさんっていう方は、私が出会った中でこんなに両親とかね、そういう身近な家族以外でまた先生方の中でもこんなに自分が魂から理解されたっていう体験をくださった方はいないなって思うんです。一番最初にチャックさんとレンシーさんのセミナーに行く前に皆さんと会ったんですよね。で皆さんがレンシーさんのことをものすごく優しい方よっておっしゃってくださって、それまで私はどんなに叱られるんだろうってめっちゃ怖かったんですけど本当に優しい方でした。全てが愛に満ちているっていう世界をもう一度私たちが取り戻すためにチャックさんとレンシーさんが開発してくださり、そしてこの進む方向性を私たちは使命という中でモデルを持っているわけですよね。そしてジョイニングという形で自分とつながると今度天とつながることもできるし、目の前の人とつながっていくことができますから、何ができるかというとこの愛が広がっていくわけです。ですから世界を愛の目で見る、自分を愛の目で見る、友達を愛の目で見る、パートナーを愛の目で見る、そういう本当の目をもう一度ビジョン心理学を通して一緒に世界を見ていく、慈愛を持って見ていく、そういう目になりたいなって思います。ぜひビジョン心理学にあなたも触れてみませんか。そのお手伝いができればとても嬉しく思います。さて今日はお知らせがあります。9月13、14の2日間でまたミナとロミの2daysのセミナーがあります。2日間だよ。今度も10時から18時、東京恵比寿のザプレイスというセミナールームで開催します。よかったらみんなで心をひっくり返るくらい癒しちゃいましょう。テーマはトゥルーラブです。トゥルーラブが欲しい人、ト
トゥルーララブブをを持ってるけどもっとトゥルーラブにしちゃいたい人、トゥルーラブだと思っていたのにあれあれと思うようなことが起きている方々、もう一度トゥルーラブを手に入れたい方、トゥルーラブはどこか外側にあるのではなくて、あなた自身がトゥルーラブなんです。もう一度あなたが何者なのかを思い出し、そしてパートナーが何者なのかを思い出し、そして甘い恋人たちのようにもう一度2人の関係をアップグレードして幸せになってい素く。敵、甘い、甘いそういう2日間にしたいと思います。ぜひあなたが自分の愛とつながってパートナーとつながる、そんな2日間にしてください。お待ちしてます。お待ちしてます。